おはようございます。まず東日本大震災の発生から3月11日、明日で12年が経過いたします。改めて震災でお亡くなりになられました皆様方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様方にも哀悼の意を表したいと思います。この間、被災地の方々の絶え間ない努力によって、復興は着実に前進してきたと考えております。私自身も復興大臣であるという強い意識を持って、被災者の方々の心のケア、医療介護提供体制の整備、雇用対策等に引き続き取り組んでいきたいと考えております。2点目がマスクでございます。新型コロナ対策におけるマスクの着用の考え方については、2月10日の政府対策本部決定に基づき、来週13日から見直すこととしております。改めて注意したいと思います。具体的には、屋外では原則不要、屋内では原則着用としている現在の取り扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とすること。政府は個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策として、マスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にマスクの着用を推奨することとしております。政府としてはまず、高齢者と重点化リスクの高い方への感染を防ぐために、医療機関を受診するとき、高齢者と重症化リスクが高い方が多く入院生活する医療機関や高齢者施設等を訪問するとき、通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車するときには、マスクの着用をお願いをしたいと思います。また、このような場面のほか、感染からご自身を守るために、流行期に重症化リスクが高い方が混雑した場所に行くときには、マスクの着用が効果的であるということ、このことについても周知をしてまいります。また、高齢者と重症化リスクが高い方が多く入院生活する医療機関や、高齢者施設等の従事者の方においては、勤務中のマスクの着用をお願いをいたします。なお、マスクの着用は個人の判断に委ねるものではありますが、事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者や従業員にマスクの着用を求めることがあります。現在、業種別にガイドラインの作成が進んでいるところと聞いておりますが、そうした点についてはご理解とご協力をお願いを申し上げます。繰り返しになりますが、マスクの着用は、着用するか否かは、個人の判断が基本となります。本人の意思に反してマスクの着脱を周りの方が強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようお願いをいたします。なお、学校におけるマスク着用の考え方の見直しは、4月1日から、これは卒業式を除いてでありますが、適用することとなっております。厚労省ではこうした見直しの趣旨や、マスクの着用をお願いする場面について、国民の皆様に不安や混乱が生じないよう、分かりやすいリーフレット、ウェブサイト、SNS を通じて広報を行っており、引き続きテレビ CM なども活用して、丁寧な周知に努めていきたいと考えております。国民の皆様のご理解、ご協力をお願いをいたします。私の方からは以上です。